皆様こんにちは。米谷彩子です。明けましておめでとうございますというにはちょっと遅くなってしまいましたけれども、例の流行りの変な風邪をひいてしまい、ちょっと体調を崩していました。日本も大変な年明けになって心を痛めております。いち早く日常の生活が戻るように祈っております。もうアメリカがかなり長いので、日本でこちらで言う New Year's Resolution という言葉が日本にあったかどうかちょっと覚えてないんですけれども、三日坊主という表現があるので、多分やっぱり1年の初めに計画を立てるとか、1年の計とか、そんな言葉があったように記憶しています。皆さんは今年バイオリンでどんなことをやってみたいと思いますか？どんな新しい曲を学びたいですか？例えばバイオリンテクニックの中でどんなことを上達したいと思いますか？それからどんな変な癖を直したいですか？ New Year's Resolution っていうのは自分磨きの自分だけの目標です。ただバイオリンをもっと上手くなりたいんだけれどというのはあんまり具体的でないので、この New Year's Resolution というのには向かないような気がします。というのは具体的でないっていうのと、それから測れないんですよね。だからもうちょっと具体的な方がいいと思います。例えば私の頭の中ではこの演奏会にはこの新しい曲を学んで弾いてみたいとか、それとか今年は室内楽の演奏会が結構多いんですけど、こういう曲をやってみたいとか、このピアニストと弾いてみたいとか、そういうだから古い曲なんだけども、前やった曲なんだけども全部まっさらの楽譜を買って新しい曲のように、例えば指使いとかボーイングとか全部新しくやってみるとか、そんなことも考えてます。レパートリーとしてはそれぐらいですけど、テクニックとしてはビブラートの種類がもっと増えたらいいなと思ってます。ビブラートの種類が増えるっていうことは、それだけ表現とか音色の種類が増えるっていうことなんで、前回お話ししてたそのビブラートエクササイズなんかもありますけれども、それの組み合わせなんかをもうちょっと増やしてみたいなと思っています。それからこれはちょっと迷ってることなんですけども、これがいい結果になるか悪い結果になるかちょっと分かんないんですけれども、最近見たビデオで有名なバイオリニストの方がバイオリンを弾くのにやってはいけないことっていうことの中で、目を閉じてはいけないっていうふうに彼は言ってたんですよね。それで私は演奏会では特に割と目を閉じて弾きがちなんです。特にアンプの例えばバッハのソロとかそういう時は目を閉じて弾いてしまうことが多いんです。すっごくバイオリンを弾いてる時はものすごく真剣に見えるから、ちょっと見た感じ良くないっていうようなことは昔言われたことがあるんですけども、私の中では見えない一つの近くがなくなることによって、この聴覚がもうちょっと研ぎ澄まされるような気がするってことが一つと、それからアンプの場合は割と頭の中で楽譜がちょっと浮かんでる時もあるんで、それが他のものを見た途端にディストラクトしてなんていうか気が散ってっていうことがあんまり嫌なんで、そんなこともあって目を閉じるようになったんだと思うんですけども、これを試してみようと思います。長年ずっとやってきた癖ですから、ちょっとプラスに出るかマイナスに出るかちょっとわからないんですけど、試してみる価値はあるかなと思ってます。皆さんはどんなアイデアを今年持っていらっしゃいますでしょうか？なるべく具体的に1つから3つ。多分ニューイヤーズレゾリューションが5つ以上っていうのは多すぎると思います。フォーカスできないし、それだけ測るって言ってもそれがたくさん計画倒れになってしまって疲れてしまうということもあると思います。短い新年のご挨拶になってしまいましたけれども、今年もよろしくお願いいたします。それではまた次回にお目にかかりましょう。